皆様こんばんは、おじいです。本日の作品は、芥川龍之介、カエル。自分の今寝転んでいる脇に古い池があって、そこにカエルがたくさんいる。池の周りには一面に葦やガマが茂っている。その葦やガマの向こうには、背の高い箱柳の並木が品よく風にそよいでいる。そのまた向こうには、静かな夏の空があって、そこにはいつも細かいガラスの賭けのような雲が光っている。そうしてそれらが皆、実際よりもはるかに美しく、池の水に映っている。カエルはその池の中で長い一日を飽きず、コロロ、カララと鳴き暮らしている。ちょいと聞くと、それがただコロロ、カララとしか聞こえない。が、実は盛んに議論を戦わしているのである。カエルが口を聞くのは何もイソップの時代ばかりと限っているわけではない。中でも足の葉の上にいるカエルは大学教授のような態度でこんなことを言った。水は何のためにあるか。我々カエルの泳ぐためにあるのである。虫は何のためにいるか。我々カエルの食うためにいるのである。ひゃーひゃー、ひょうひょう。と池中のカエルが声をかけた。空と草木との映った池の水面がほとんど埋まるくらいなカエルだから、賛成の声ももちろん大したものである。ちょうどその時、箱柳の根元に眠っていた蛇は、このやかましいコロロ、カララの声で目を覚ました。そうして鎌首をもたげながら池の方へ目をやって、まだ眠そうに舌なめずりをした。土は何のためにあるか。草木を生やすためにあるのである。では、草木は何のためにあるか。我々カエルに影を与えるためにあるのである。したがって、全大地は、我々カエルのためにあるのではないか。ひゃーひゃー、ひゃー。蛇は二度目の賛成の声を聞くと、急に体を鞭のようにピンとさせた。それからそろそろ足の中へ入り込みながら、黒い目を輝かせて注意深く池の中の様子を伺った。足の葉の上のカエルは、依然として大きな口を開けながら弁じている。空は何のためにあるか。太陽をかけるためにあるのである。太陽は何のためにあるか。我々カエルの背中を乾かすためにあるのである。したがって全大空は我々カエルのためにあるのではないか。すでに水も草木も虫も土も空も太陽も、皆我々カエルのためにある。神羅万象がことごとく我々のためにあるという事実は、もはや何らの疑いをも入れる余地がない。自分はこの事実を諸君の前に宣明するとともに、合わせて全宇宙を我々のために創造した神に
心からな感謝を捧げたいと思う。神の皆は褒むべきかなである。カエルは空を仰いで、目玉を一つぐるりと回して、それからまた大きな口を開いていった。神の皆は褒むべきかな。そういう言葉がまだ終わらないうちに、蛇の頭がぶつけるように伸びたかと思うと、この雄弁なるカエルは、見る間にその口に加えられた。カララ、大変だ。コロロ、大変だ。大変だ。カララ、コロロ。池中のカエルが驚いてわめいているうちに、蛇はカエルをくわえたまま足の中へ隠れてしまった。後の騒ぎは、おそらく、この池の開闢以来、未だかつてなかったことであろう。自分にはその中で、年の若いカエルが、鳴き声を出しながら、こう言っているのが聞こえた。水も草木も、虫も土も、空も太陽も、みんな我々カエルのためにある。では、蛇はどうしたのだ？蛇も我々のためにあるのか？そうだ。蛇も我々カエルのためにある。蛇が食わなかったら、カエルは増えるのにそういない。増えれば池が、世界が必ず狭くなる。だから、蛇が我々カエルを食いに来るのである。食われたカエルは多数の幸福のために捧げられた犠牲だと思うがいい。そうだ。蛇も我々カエルのためにある。世界にありとあらゆるものは、ことごとくカエルのためにあるのだ。神の皆は褒むべきかな。これが自分の聞いた年寄りらしいカエルの答えである。芥川龍之介、カエルでございました。お相手はオジーの朗読者でした。またのご来店お待ちしております。